母との確執は30年に及びました。私が高校生の時から母が亡くなる直前まで、長い長い確執の時間は、仕事で評価を受けても、贅沢をできるお金をいただいても、彼氏ができても、どこか気持ちが晴れなくて、でもまあそんなもんだろうなぁと蓋をして、なんとなくやり過ごしてきました。だけど、母がホスピスに入ることが決まって、死期が近づいた時、その気持ちをやり過ごすことが難しくなりました。嫌いだった母がこの世からいなくなる、きっと楽になるだろう、と想像していましたけど、実際には違いました。自分の一部がなくなるような気がして怖くなりました。なら母に優しくしたらいいじゃないか。それもできない相談で、私はとても困りました。動物愛護の友人で一風変わった人がいました。たけしさんというその男性は、私の固定観念を減らしてくれた恩人でもあります。歯を抜いてこう言いました。青木さん、新しい歯の色、赤と青とどっちがいい？私は白がいいと思いますと答えました。彼は、青木さん、歯が白だって誰が決めたのと言いました。歯が白だというのが固定観念だとしたら、この世は固定観念だらけだと、そんな風に思うようになりました。私は彼に母がホスピスに入ったと言いました。彼は、青木さん、これが最後のチャンスだよ。仲直りしてきたらいいよ。と言いました。私は、そうした方がいいことはずっと前から頭では分かっているけど、どうしても心が無理だと言いました。すると彼は、親孝行っていうのは道理なんだ。親子関係が人間関係の基本で、親と仲直りすると自分が楽になるから自分のためにやってみたらいいよと言いました。私はやることにしました。行動に移そうと思った理由が2つあります。一つは、当時私自身が肺がんでもあったこと。同時にパニック症でもありました。病気は私に大きな影響を与えました。体とこの先の生活のことで不安がいっぱいでした。一方で人生を振り返るきっかけにもなりました。これまでの私の人生は必死であって、だから仕方がないんだけど、自分のことも人のことも本当には大切にしていなかったように思いました。だからよくわからないんだけど、何やらいろんな人に謝りたくなったんです。その最たる一人が母でした。もう一つの理由は父のことです。父は母が亡くなる数年前に亡くなりました。父とは特に仲が悪いわけではありませんでしたが、最後に電話で話した内容は、娘の育て方についてのことでした。そこで口喧嘩になりました。次に会った時、普通に話せばいいや、と思っていましたが、次に会った時は病院のベッドで、すでに話せない父がそこにいました。手術をすることを私には黙っていた。回復したら伝えたらいい、と言っていたと弟に聞きました。私は突然の肉親のそういう姿に動揺して、それにテレビに出ている仕事をしているので、みんなに私の様子を見られているようにも感じて、どう死ぬ間際の父に接してよいかわからなくて、できるだけ心を動かさないように、平然と父を見送りました。その時は良かったんですが、後に大きな後悔として、その出来事は私の前にやってきました。車に一人で乗っている時や、自宅でのふとした時、なんで父が生きている時に、ありがとうとか、ごめんなさいとか、言えなかったんだろうと、その後悔はとても大きくて、時々立ち上がれないくらいに私をいちいち苦しめました。
その後悔は大きくて、母との別れでこれを繰り返したくないと思いました。私は母のもとに向かうことにしました。母のためではなくて、私が楽になるために。最初は娘を連れてホスピスに行きました。娘を間に入れると楽でなんとなく時間が過ぎます。いや、これは私の問題で私の解決なんだと、ある日娘を置いて私は一人で向かうことにしました。私は母のところに一人で向かう初日に決意表明を伝えようと思いました。お母さん、私はいい子じゃなかった、ごめんなさい。だけど30年ずっと不機嫌に接してきた相手にどんな顔をして話せばよいかわかりません。運転する車の中で東京の用賀インターから名古屋の三好インターまで4時間。私は声のトーンと顔つきの稽古をしながら、お母さん、私はいい子じゃなかった、ごめんなさい。お母さん、私はいい子じゃなかった、ごめんなさい。これを繰り返しお稽古して、ホスピスのドアを開けて伝えました。母はベッドにいました。私は椅子に座る前にこう言いました。お母さん、私はいい子じゃなかった、ごめんなさい。母はベッドに座りながら、何を言ってるの、さやかは誰よりも優しい子だったでしょうと言いました。私はその後の言葉を準備していなかったので、タオルここに置いとくねと言って、そのまま東京に戻りました。そこから3ヶ月、毎回何らかのミッションを課してホスピスに向かいました。今日はむくんだ足をマッサージしよう。今日は肩を揉もう。今日は娘の答案用紙を見せよう。教師をしていた母は私を褒めたことがなくて、娘の85点の答案用紙も見ても、なんでこれあと15点取れんのと言いました。私は母のこういうところも好きじゃなかったと、体の芯が熱くなる怒りを覚えました。母のところに向かった話は決して美談ではなくて、母のところに行く数ヶ月はとにかく必死でした。私が好きではない母の部分が見えるたびに、理屈じゃなくて受け入れられないとコントロールが効かなくなる感覚がありました。だけど、あんなに頑張って初日に決意表明を伝えたんだから、母のもとに階段を1段上がっては下がり、2段下がってはまた1段上がりと、振り返れば気持ちはそんな風に少しずつ母に近づいていったように思います。ホスピスでの3ヶ月は私に大きな影響を与えました。良かったことがありました。一つは、この人は私のことをどうやら大切に思っているらしいと感じたことです。私はずっと、この人は私より出来のいい弟が好きなんだろうと思っていましたけど、なんだか私のことを大事に思っているようです。母は小さな卓上カレンダーに私が来る日に丸をつけて時間を書いていました。そこには15時と書かれていましたが、私が到着したのはすでに暗くなった時でした。ホスピスの看護師さんが、お母さん、お姉さんが来るのを楽しみにしていて、事故に遭ったのではないかと心配していたのですよ、と言いました。どうせ家にいるんだから遅刻しても構わないだろうとあまり気にしていませんでした。母は長年きっと私のことを心配してきたのだろうと、申し訳ないことをしたとその時思いました。母が亡くなる数日前、私がソファーに座って母は眠っていました。机の上に新聞が置いてあって、テレビ欄に母が見たい番組が赤いペンで囲ってありました。大きな窓からは日が差して適温でとても良い空気が部屋中に流れていました。私はふと子供の頃のことを思い出しました。忙しかった両親が日曜日には家にいて、起きると私が郵便受けに新聞を取りに行きました。テレビ欄に家族がそれぞれ色の違う色鉛筆で見たい番組を囲いました。穏やかで良い空気感で、私は
その時間がすごく好きだったことを思い出しました。その時私は親が嫌いとか好きとかそういう感情はなくて、ただ私たちは家族だったんだという時間があったということを思い出しました。ホスピスでの穏やかな空気はあの時の家族を思い出させてくれました。それは私にとって大きな財産になりました。母が死んだ時、母のことが嫌いではなくなっていました。母の苦手な部分がなくなったわけではなくって、母ってこういう人だったよねと家族と母の苦手な部分について軽口が叩けるようになっていました。風通しが良くなって、長年抱えてきた重たい何かを下ろせたように感じて、頑張って決意表明して向かってよかったと安堵しました。これがゴールかと思っていましたけど、不思議なことに母が亡くなってからどんどん母が好きになっていきました。車の中に母の写真を入れて、何かあると母に話しかけるようになりました。母はもういないけれど、死んでからの方が近くにいるように感じます。世の中で一番苦手だった人を好きになれたことは私に勇気を与えました。あんなに嫌いだった人を好きになれたんだから、これまで嫌いになった人、嫌われた人と許したり許される未来があるかもしれないと希望を持って生きられるようになりました。希望は私を前よりも元気にしてくれました。私に親孝行は道理だと教えてくれたたけしさんも亡くなりました。大切な人がどんどんいなくなって寂しいです。彼はこれも教えてくれました。青木さんの親はいないけど、これからは死んでもできる親孝行をしたらいいよ。と言いました。死んでもできる親孝行っていうのは何ですか？墓参りですか？と聞きましたら、墓参りもいいけど、死んでもできる親孝行っていうのは、親は死ぬと子供が自分を思って泣くよりも、自分のことを忘れてくれてもいいから、友達がたくさんいる中で人に迷惑をかけず笑って生きることだと言いました。私は親の立場になって考えてみました。確かに私が死んだら娘には泣いていてほしくない。みんなと仲良く迷惑をかけず笑っていてほしい。できるだけ長い時間笑っていてほしい。と思いました。私は死んでもできる親孝行に挑戦することにしました。自己肯定感が低いと思い続けてきましたが、自信がないと言い続けてきましたが、青木家の代表として今立ってるわけなので、自信がないと言い訳しながら立つのは、たとえそうでもやめよう、堂々としようと思うようになりました。厳しかった母は、生きている時よりも私の近くで監視しているような気もしますが、嫌いではなくなった今、面倒だけど寂しくないし、それもいいかと風通しの良い親子関係になれました。2025年8月16日、ありがとうございました。ありがとうございます。自然の音が中心に聞こえてくるっていうんですかね。